来年からスーパーで払う消費税が8%から1%になるかもしれません。今、そういう話が進んでいるんです。でもこれって本当にお得なんでしょうか？ちょっと想像してみてください。いつものスーパーでお米とか卵とか晩ご飯の材料をカゴに入れる。で、レジに並ぶ。最後に出てくる金額がいつもより少し安い。そう聞くと嬉しいですよね。私も最初は、いいじゃんと思いました。でも、よく見ていくと、あれ、ちょっと待てよと思うところがいくつかあるんです。今日はこの1%の話を一緒にゆっくり考えていきます。皆さん、こんにちは。陽介です。今日も日本語の練習一緒にしていきましょう。今日は少しニュースの話なんですけど、難しくはしないので安心してください。はじめに一つだけ。この話はまだ決定ではなくて、今進んでいる方針です。まだ完全に決まったわけではないんですね。そこは先にお伝えしておきます。その上で今日のテーマは、食料品の消費税が1%になったら本当にお得なのか。この話を一緒に考えていきましょう。流れとしては、最初に決まりかけていることを3つ見ます。それが分かったら、うちの家計で実際に計算してみます。その後に、でも実はという裏側の話をします。最後に私の考えをお話しします。この減税をどう思っているか、素直に喜んでいいのかどうかというところまで話しますね。じゃあ、決まりかけていること、今進められている方針を3つに整理します。1つ目、食料品の消費税が今の8%から1%に下がる。始まるのは2027年の4月からと言われています。消費税というのは買い物の時、値段にプラスして払う税金のことですね。そして食料品というのはお店で買う食べ物のことです。お米とかパンとかお肉とか毎日の食べ物ですね。で、この食料品の8%には名前があって、軽減税率と言います。ちょっと難しい言葉ですよね。軽減は軽くすること。生活に必要な食べ物は税を少し軽くしてあげようというルールです。だから他のものが10%の時も食べ物だけは8%だったんですね。2つ目、これずっと続くわけじゃないんです。2年間だけの期間を決めた措置だそうです。つまり2年経ったらまた元に戻るかもしれない。3つ目、ここは多くの人があれと思うところです。外食は対象外なんです。外食、つまり家じゃなくてレストランやお店で食べる場合は今まで通り10%のままという方針です。同じお弁当でも買って家で食べれば1%。でもお店の中で食べれば10%。なんか不思議な感じがしますよね。どこで食べるかで税が違うって言われてみると変な話です。それに実はこの減税、選挙の時は0%という話だったんです。高市さんが2年間食料品はゼロにしますと言っていた。でも今の方針はゼロじゃなくて1%。あれ、言っていたこととちょっと違うぞと思う人もいるかもしれません。どうせ下げるならなんで0%にしないのと思いますよね。私も最初そう思いました。で、調べてみると理由は一つじゃないみたいなんです。まず、意外なんですけど、レジの問題です。
今のお店のレジは0%という税率が入らないものが多いらしいんです。数字を入れても消えてしまう。無理に使うと計算を間違えて逆に高くなってしまうこともあるそうです。だから0%にするなら全国のレジを直さないといけない。これに1年くらいかかると言われています。1%なら数字を入れ替えるだけなので半年くらいでできるそうです。政府としてはなるべく早く始めたい。だから1%というわけですね。それから税金のルールの問題もあります。0%という税率を作ると今の仕組みが急に複雑になるらしいんです。1%なら今のルールのまま進められる。で、最後はやっぱりお金の話です。財源、つまりお金の出所です。財源はその政策をやるためのお金の元という意味ですね。0%にすると国に入るお金が1年で5兆円くらい減ります。1%でも4.4兆円くらい減る。つまり0%じゃなくて1%にするだけで6000億円は確保できるんですね。消費行動にあまり影響ないなら1%でいいのではと政府はなったんじゃないかと思います。じゃあこれが私たちの生活にどう効くのか。うちの家計で実際に計算してみます。うちは家族が4人で食費は月に10万円くらいかかっています。多いですよね。子供たちがよく食べるんです。冷蔵庫がすぐ空っぽになるんです。買っても買っても次の日にはもう何もない。そんなことがよくあります。で、この10万円には8%分の消費税が入っています。月におよそ7400円です。これが1%になると月におよそ900円まで下がります。つまり月におよそ6500円軽くなる。1年だとおよそ7万8000円です。これ結構大きくないですか？ 7 万8000円あったらうちだと家族で1回多く旅行に行けちゃいますね。で、この減税が一番効くのは毎月の収入が決まっている人です。例えば年金で暮らす高齢の方とか子育て中の家庭とか、収入がぐっと増えるわけじゃない。でもご飯は毎日食べますから出ていくお金は毎日あるんですよね。そういう人にこそこの6500円がありがたいんですね。だから今、このニュースをじっと見ている人がたくさんいます。と、ここまではいい話なんです。でも実はここからが今日の本番です。表向きは皆さんの生活が楽になりますよという話です。でも、そのまま受け取っていいのかなと思うところがあるんです。一番大きいのは値段そのものが上がり続けているということです。2026年の7月には2566品目の値上げがされたと報じられていました。パンも油も調味料も。で、思い出してほしいんですけど、さっきうちは月に6500円軽くなると言いました。でも、値上げで出ていくお金がそれより大きかったらどうでしょう。税金で戻ってくるより値上げで消える方が多いかもしれない。これが実質の話です。実質は見かけの数字じゃなくて本当のところという意味ですね。1% になっても実質では変わらない。そういうこともあり得るんです。最近コンビニのおにぎりの値段がかなり高くなりました。昔は100円とか130円で買えたんですよね。私も
学生の頃よく買っていました。夜にお腹が空いてふらっと買いに行くあの感じです。でもこの前値段を見たら220円でした。隣は250円。ほぼ2倍です。さすがにちょっとびっくりしました。おにぎりが高くなった理由の一つはお米の値段です。お米は一時5キロで4000円を超えて大きなニュースになったんです。でも実はお米の値段は今だいぶ下がってきています。2000円台のものもまた見るようになりました。じゃあおにぎりの値段は下がったでしょうか？下がっていないんです。220円のままなんですね。一度上がった値段ってなかなか下がらないんですよね。上げる理由はなくなってもそのまま。こういう値上げには名前があります。便乗値上げです。便乗は他のものに乗っかること。だから便乗値上げは値上げの理由に乗っかって必要より多く上げたり、理由がなくなっても下げなかったりすることです。税金が8%から1%になれば、レジで足される税金は確かに減ります。ただ、税率が下がるからと便乗値上げされてしまったら、結果的には私たちが払う金額は結局変わらないんです。下がったはずの7%分はどこかに消えてしまうんですよね。そんな気もするんです。じゃあ、私がこの減税をどう思っているかなんですけど、まず、減税そのものは嬉しいです。毎月の食費が軽くなるのは単純にありがたい。うちみたいに子供がいて食費がかさむ家には6500円でも助かります。でも私はそんなに期待していないんです。さっきのおにぎりと同じことが起きそうだからです。税金が1%に下がっても、その分お店が本体の値段をこっそり上げる。そうしたら棚の値段は変わりません。米が下がってもおにぎりは下がらなかった。あの便乗値上げと同じ形です。そうなったら私たちが払う金額は結局変わらない。減税された分はどこかに消えてしまうんですよね。だから私はこう考えるようにしています。国の減税に一喜一憂しても私たちの生活は大きくは変わらない。それならそこを気にしすぎるより自分の稼ぐ力を上げることに力を使いたい。税金は自分ではコントロールできません。でも自分の収入を増やすことは自分で何とかできる部分です。減税は嬉しい。でもそれに寄りかかりすぎない。こういうニュースもじゃあ自分はどうするかを考えるきっかけにする。それが私の本音です。こんな感じで難しいニュースを優しい日本語で毎週一つお届けしています。今日の話が面白かったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また次も一緒に考えましょう。今日のテーマは1%になったら本当にお得なのかでした。私の答えは、はい、お得になります。でも条件付きです。食料品の消費税、軽減税率が1%になれば、家で食べる分は確かに安くなります。でも外食は10%のまま。それに便乗値上げのようなことが起きれば、その1%分は消えてしまうかもしれない。せっかく安くなっても実質、つまり本当のところは変わらないということもあるわけです。だからお得の答えは、皆さんが家で食べることが多いか、外食が多いかでも変わってくるんですね。でもその条件付きに一喜一憂しすぎないこと。数字に振り回されるより自分にできることに目を向ける。それが私が今日一番伝えたかったことです。皆さんはこういうニュースを見たときどうしますか？
よかったらコメントで教えてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Yosuke teaches Japanese every day, bringing words and phrases come one may. From hiragana to kanji, you'll see learning's fun with Yosuke. Come with